ようこそおいでくださいました。当チャンネルではお金に対する経済的に賢くなることを研究しています。今日もお金について考えて国や会社から搾取されない環境を構築しましょう。学生の通学や会社の通勤手段が大きく変わるかもしれません。道路交通法の一部改正案が2022年3月閣議決定されました。ヘルメットの着用義務なしで車検不要、免許不要、ガソリン不要。特定小型原動機付け自転車という原動機付け自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については運転年齢制限付きの自転車並みの扱いが決まりました。特定小型原動機付け自転車は今までのいわゆる原付と何が違うんですか？最高速度 20km 以下であれば特定小型原動機付け自転車となり、21km 以上 30km 以下の場合はこれまで通り原動機付け自転車になります。今度は自転車と特定原動機付け自転車の違いはどこなんですか？特定小型原付は免許不要な点は自転車扱いですが、運転できる年齢は原動機付け自転車と同じ16歳以上と定められました。しかしですね、原動機付け自転車では罰則の対象になっている運転中のヘルメット着用は努力義務。着用しなくても違反には問われません。困りましたわ。見た感じタイヤが明らかに小さいので段差に弱そうですね。大きいバイクサイズは乗れるんですか？自転車の規格に合わせられていて、全長 190cm 以下、全幅 60cm 以下が条件です。高さや車体重量に制限がつかなかったのは、トップは人間の頭に乗るだろうし、100kg を超えるような自転車は人間では動かせないのが理由です。今回の法律改正ではエンジン出力の制限はないので、大きさの規格内なら戦車のように重くても一応走行可能です。では規格マックスなら快適になるのか調べてみたんですよ。もし移動が快適なら電車通勤から個人空間が確保される乗り物がいいので、それこの時をこの瞬間を待っていましたわ。長さ 189cm、 幅 66cm、 車体重量 140kg、 横幅 6cm 以外は上限がこのバイクほどになります。概要欄にリンクを貼っておきます。暇なら妄想すると面白いですよ。桜の時期とか春の風を感じてピクニックもできそうです。自転車なのに雨をしのげて自動で動くのは快適だと思います。しかし甘いです。よく考えてください。快適なのは自転車と比較しての場合です。エアコンがある自動車区分の方が快適ですし、スピードも従来の原付より遅く、移動航続距離にも劣ります。結論、自転車の延長なので、原付より価格が安く、取り扱いやすい重量、さらに、折りたたむコンパクトを求められると思います。こんなはずじゃなかったのに。原付免許が不要となり、日本の法律に合わせる必要がなくなりました。嬉しいことです。私はバイクと車もあるので買わないと思いますが、不安な点は車道を走るのに自賠責保険と二重保険が義務化していないので、ドライバーからすると怖いですよね。私の怖い点はですね、電動キックボードの改造です。パソコンがあればリミッターを解除できますから、またそれが外見ではわからない点です。YouTube コメントの反応に勝手に答えていきます。20キロって普通に漕ぐ電動アシスト自転車よりも遅い。電動アシスト自転車は人間の補助を目的に原動機付き自転車と明確に区分されています。時速 10km を超えるとアシストの比率を落とし 24km でアシストしなくなります。24km 以上は通常の自転車よりバッテリーとモーターの重量分重くなります。草生えますわね。これからはペダルのない電動自転車が大半のシェアを占めることでしょう。メーカーの商品開発をしないと中国製の電動自転車に先を越されます。
20キロ以上出るキックボードでも20キロ以上出さなければ大丈夫ということですか？いい質問ですね。平地で、マックスが 20km がやっとでは、坂道を登れないので、ポテンシャルは40、50km パワーでも走行できます。スピードメーター設置が義務付けられているので、スピードを守るのは、運転者の責任となります。大人の自由と責任ってやつですね。私が仕事を退職したのも、私の責任です。責任と自由は表裏一体。安定収入を失う一方、他人に束縛されない自由な生き方が期待できます。期待が大きいほどリスクが高い。成功と失敗の差が大きくなるとも言えます。次のコメントに進みましょうか。免許不要でどうやって15歳と16歳を見分けるんだろ？そもそも今までフル電動は原付と言ってきたくせに。運転免許以外での身分証明書？まあ、学生証が無難でしょう。交通ルールを知らない学生が電動自転車を操縦するのですから、事故を誘発するし、免許の点数減点もないので、学校の責任になる可能性が高いです。本来なら、本人か保護者の責任ですけどね。皆さんに最後に質問です。電動キックボードは、サドルはあった方が良い派ですか？サドルがない折りたためる、コンパクトを優先しますか？待ってますわ。ちなみに私はサドルあり派です。自転車と同様に使うなら折りたたむのはめんどくさいと感じるからです。家に駐輪場があるならサドルやバケットがある方が手ぶらでリュックなしに気軽に走れることができるでしょう。この動画を見ていただきありがとうですわ。チャンネル登録待ってますわ。ここからは完全に余談で、小春さんがどうして YouTube する時間があるかです。結論は仕事してないからです。2020年9月4日22時交差点で一時停止を無視した車に頭をぶつける。出血多量で意識消失。脳の中が壊れる脳挫傷を発症。記憶もみんな忘れて車椅子生活。会社から復職可能診断書を求められる。出向先も体力、気力が衰えていて退職。過去の自分がわからないので、写真を見てこんな人だったのかって家族も思い出していきました。転生した気分です。2回目の人生は自由に生きたい。そう思い、離職したんだと聞いています。収益化達成したら記録として作ります。総再生時間がネックなのでしばらくお待ちください。